前回立ち上げの様子をご紹介した85センチ水槽なんですけど、水替えの際に問題が発生したことによってこの水槽で飼育中の魚が全滅してしまいました。今回冒頭ではありますが、その原因について追求しましたので、皆さんに共有したいと思います。最近のある日にこの水槽の水替えをしたわけなんですけど、30分ぐらい経った後に魚の動きが明らかにおかしくなって石の下に隠れようとしていました。とにかくこれはおかしいなと思って水槽の魚を全て取り出したわけなんですけど、その後の対応に問題があって、この水槽で飼育していたマラウイ湖原産のシクリッドが全て死んでしまったわけなんであります。水替え後に魚の様子がおかしくなって、まず疑ったのは飼育水における残留塩素の問題でした。こちらに来てから1年半の間、水道水を直接水槽の中に入れていたわけなんですけど、試薬を使って検査しても残留塩素の反応が出なかったので、特に気にしないで使っていました。というわけで、今回水替えの時に魚がおかしくなったのは、供給される水道水に何らかの変化があったものと思ったわけなんであります。残留塩素は紫外線に触れることで簡単に分解されるわけなんですけど、バケツに入れて直射日光にさらしておけば、当地の強い日差しであれば 5,6 時間で中和されるわけなんですけど、これはよく知られている方法だと思います。そしてこの残留塩素を中和したであろう水を改めて水槽に入れた際に、また同じ問題が発生しました。この時にも水替えをした時と同じように、また魚に異変が起きて、今回は回復しなかったという結末だったんですけど、残留塩素の問題でないとしたら何が原因だったのか、よく考えたり調べたりしたわけなんですけど、日本ではあまり問題となることがない水道水の金属汚染を疑いました。いわゆる銅、鉄、亜鉛などの金属イオンを疑ったわけなんですけど、これには理由があるわけなんであります。当地では近隣で水道管工事が行われることがあります。そしてその度に水道の水が茶色になったり透明に戻ったり、そんな状況が頻繁にあるわけなんですけど、そのような水道管工事の際に金属が水道水に混入するということで、これは実際に報告されているケースがあるわけなんであります。特に銅や真鍮、鉄などは飼育水に混入してしまうと深刻なストレスや致死要因になるということなんであります。水中に溶け出した金属は日光や紫外線によって大きく分解されることはないということで、水道水をバケツに入れて外に出しても除去できないわけなんであります。シクリッドにおいては金属の溶質に比較的強いもの、コンビクトシクリッドやジュエルシクリッド、そしてテラピア、また弱いものとしてはピーコックシクリッド、ハプロクロミス、そしてディスカスなどがあるようなんですけど、今回の事案ではまさにコンビクトシクリッド、そしてジュエルシクリッド、この2種類においては全く問題が起きず、現在でも生きていますけど、ピーコックシクリッド、そしてムブナ系のシクリッドは全滅したわけなんであります。そのような状況からも、今回の飼育水の問題は銅などの金属汚染による可能性が高い、そのように結論付けることができるかと思うわけなんであります。水槽内の飼育水における金属除去の一般的な方法としては、次の2つの対策が有効だと思っています。まずはキレート剤入りの水質調整剤というものを使うということなんですけど、これによって水槽内の金属イオンを無害な形にして封じ込める、そんなことが可能ということなんであります。有効な調整剤としてはセラアクアタンというものがあるようなんですけど、ネットで注文したら随分時間がかかってしまったんですね。というわけで、その前に業者が勧める別の商品を買ってみたんですけど、なんとなくですね、本当に金属問題に対応できるのかってことでちょっと疑ったわけなんですけど、やはりこれを使った上でさらにその水替え用の水の中にパイロットフィッシュを入れるというわけで、要はその魚の様子がおかしくならなければ水槽の中に入れてもいいですよということなんですけど、現在はそういった方法で金属問題の対応をしているわけなんであります。一方では活性炭の利用が金属除去に有効だということなんですけど、水槽内に溶け込んだ金属が入り込んでしまった場合、量にもよるかもしれませんけど、30分もしないで魚が反応する時がありますからね。今回がそうだったわけなんですけど、でそういう状況であると、水槽内のフィルターに活性炭を入れたとしても金属イオンを吸着させるまでにはおそらくある程度時間がかかると思いますが、そうであると即効性はないということになるわけなんであります。
というわけで今後の水質問題に関しては必要とする対策がはっきりしてきたというか、要は残留塩素を除去した後、そこに比較的金属に弱いとされるハプロクロミスに近いシクリッドの稚魚をパイロットビッシュとして入れる。そしてそのパイロットビッシュの様子がおかしくならなければ、その飼育水は水槽内に入れても良いということになるわけなんであります。というわけで今回の動画の前半では飼育水に使う水道水の水質が突然変わってしまう場合の対応方法について共有したわけなんですけど、次は通常時の水槽の水質管理ということで120センチご当地水槽に特注の上部フィルターを追加しましたので、その工程についてご覧いただきたいと思うわけなんであります。さて、以前と比べて随分と綺麗になってきましたけど、この小さめの JEX メガパワーと、こちらも小さめ45センチ用の上部式フィルター、そして空気の上昇によって水を移動させる底面フィルター、そんな感じだったわけなんですけど、こんなものを作ってですね、さらにこの水槽のろ過機能を向上させたいというわけで、これ分かりますかね。私の手書きなんですけど、これを元にですね、こんな感じでいつも水槽を作ってもらう方にざっくりと作ってもらったわけなんですけど、書いた通りに作ってもらったわけなんであります。要はですね、ここから水が入って今度はこの仕切りの下を通る、そしてメディアを通して上に上がってまた下の隙間を通る、そしてまた上がって最終的には水槽に戻る。これ覚えてらっしゃる方いるかもしれませんけど、インドネシアでもこれを使っていたわけなんであります。というわけでこれをメガパワーのろ過部分以外を使って機能させようってことで、電源を切った後に給水パイプと排水パイプを外すわけなんであります。パイプの中がちょっと汚いですけど、これインドネシア編の前から使ってますからね、汚くなってるわけなんであります。上手に洗う人はいますよね。というわけでフィルター部分を外しました。残った水中ポンプとパイプを使って先ほどのガラスでできた、なんて言うんですかね、多層式上部フィルター、そんな感じですよね。そんなわけで水槽の上に乗っけてみたわけなんですけど、サイズが合っているか確認できましたということで、フィルター内に必要なものをセットしていくわけなんであります。メディアは日本みたいにいろいろな種類がありませんからね、お店に置いてあるものを使うしかないんですけど、ちょうど良さそうなものがあったので、この土材を使ってみたいと思います。というわけで溶岩石の小さめのものが入りましたけど、あんまり詰めすぎると溢れてしまうというか、水が指定したルートを通らないというか、それぞれの仕切りの上を通ってしまうんですよね。実は注文の時点で設計ミスがあってですね、仕切りの高さが適切ではなかったわけなんであります。やっぱり頭の中で考えたことを具現化するっていうのは一発でうまくいかないことってありますね。というわけでこのマルチレイヤーフィルターをざっくりと置いてみたわけなんですけど、この給水ホースをガラスの蓋に通すだけ、そんな感じでやってますけど、うまくいきましたね。もともとパイプに癖がついていたので入ると思ったんですよ。さあポンプの電源を入れるわけなんであります。予定通りフィルターの中に水が入っていくわけなんですけど、この後メディアを減らしたり足したり、そんな感じでフィルター内の水が予定通りの方向に流れるように調整したわけなんですけど、どうやら排水部分に問題があったっていうことで、その辺を少し加工するわけなんであります。そういえば最近いただいたコメントで、わけなんでありますって言わない方がいいよって言われたわけなんですけど、確かに聞いてて嫌な人がいるかもしれませんけど、もう5年ぐらいずっと言ってますからね、もうこれ言わないとですね、できないわけなんであります。というわけで皆さんからのたくさんのコメントをお待ちしているわけなんですけど、かなり粗挽きなんですけども、このように排水部分を直したわけなんであります。先ほども言いましたけど、フィルター内にあまりいろんなものを詰めすぎると水が正しく流れないんですよね。この溶岩石の上のウールマットは後に外したわけなんであります。というわけで本当はあれば外部フィルターが一番いいんですけど、ないのでこんなものを作ったわけなんですけど、フィルターのろ過部分のキャパシティが多いということは、やはり飼育水の状態に大きく影響するわけなんであります。
これは現在の状況なんですけど、すごい満足しています。実は先ほどのフィルターにブラックホールという活性炭をもっとすごくしたもの、そんなものを入れてみたわけなんですけど、通常のフィルターでろ過しきれない小さな物質、そういったものに効果があるってことなんですけど、おそらく効いているんじゃないかなと思っています。というわけで、こちらは最近ビクトリア湖で調達した新入りのハプロクロミス系のシクリッド、現場での採集の様子を見てみましょう。朝も早くから出発しますよ。徒歩移動距離が長いな。着きましたよ。昨日来たのはここだったっけな。多分そうだ。さあ、ちょうど良いスノコがありましたので、ここで用意するんですけど、物を落としたら大変です。隙間に物を落としたら大変。さあ、この網で参りましょう。餌も日本からいっぱい買ってきましたからね。ここに入れるわけでございます。ここだね。びっくりしましたね。なんだこいつは。入るかな。どうかな。ここに入れよう。それ。というわけで、いつも通り網を仕掛けたわけなんですけど、ここで強力な助っ人が現れたわけなんであります。出ました。A local guy with a casting net というわけで、何にもお願いしてないんですけど、どうやらこちらのために動いているようなんであります。もうこれはありがたいってことで、本当はここで釣りをしようと思ったんですけど、今回はこの青年の様子に集中したわけなんであります。ああ、ナイス。Can I have it? I want to have it. I'll bring bucket there. Ah, yes, yes. というわけで、ご覧の通り可愛らしいシクリッドが網に入ったわけなんですけど、この投網のあまり良くないところとしては、網にかかった魚を外すのが難しいんですよね。ちょっと心配でしょうがないというところなんですけど、彼に任せるしかないですからね。というわけで、なんとかシクリッドがバケツに入ったわけなんであります。I want to get the health, 今ね。ところで、投網の投げ方ってこれでいいんですかね。少なくとも華やかなキャスティングではないですね。残念、今回は入らなかったようです。投げ方はどうであれ、魚が網に入ればいいわけなんですけど、なんか入ったみたいですね。Let me bring the bucket there. Here was full of water Oh, from 2019 when during the COVID. Oh, yes. Water level got up. So this and then place, going down, now going down. now it's going down. Really? Yes. You see all this? Look. Yeah, yeah. It used to be a tree, eh? Yeah. So they dried up because the water was too high. Ah, Could not get enough oxygen. right. Yeah. And now it's going low. Going lower. It's dropping. Nice. Nice for fishermen. Yes, exactly. というわけで、私が仕掛けた網はどうなったのか。残念ながら今回は撃沈でした。何にも入んなかった。これはダメなんだろうな。投網の勝ちだね、完全に。負けました。Oh yes. Ah, nice. That's the same as the Yeah, put picture. it in your- Oh yeah. Thank you. というわけで、皆さんにはいろいろとお手伝いしてもらいましたからね。いわゆるチップを渡してこの場を去るわけなんであります。And then can we go on collecting and then maybe we'll let you know? I don't know. I'm not coming back here this time, so maybe next time. Next time. Let's do that together. Okay. I will bring my casting net. I have. Alright, yeah. というわけで、また来るよということで連絡先を交換したわけなんであります。
現場では3匹の魚を確保したわけなんですけど、この魚1匹だけが無事に我が家に到着したんですけど、やはり投網で捕まえた魚をその日のうちに移動させるのは難しいかもしれません。というわけで、新しいシクリッドがこの水槽に入ったわけなんですけど、やはりこの水槽で一番威張っているサバキティラピアから少し意地悪されているようですね。サバキティラピアが意地悪する対象は割と大きい魚、ライバル視するんですかね。そのうちあまりこの青い新入りシクリッドを気にしなくなると思うんですけど、なんとなくお似合いというか色の違いがいいわけなんであります。というわけで今回はとうとうですね、投網が登場したわけなんですけど、日本から持ってきた投網がありますからね、そのうちに練習して試してみたいわけなんであります。それでは今回はこの辺で失礼いたします。